こんにちは、あごひげバイクチャンネルです。今日はですね、洗車の話ということで、いつもとちょっと雰囲気を変えてですね、いい映像と、あとアフレコでお伝えしていこうかなと思います。で、実はね、水をぶっかけて洗う洗車って今回初めてやるんですよね。もうかれこれ3年近く乗るんですけど、今まではずっとズボラ洗車というか、簡単に拭き上げるだけのね、洗車だったんですけど、もう今回、水かけて泡かけてっていう形で進めて洗車をしていこうかなと思います。で YouTube の動画でそうディテイリングみたいなね、かなり凝った洗車の方法もあるんですけど、そこまでとはいかないんですが、バイクは結構細かいパーツが多いので、いろんな道具が必要になってくるかなと思うんですけど、手探りなところはありますけど、一通りやってみるので、本格的に洗車しようと考えている方の参考になればいいかなと思います。ぜひ最後までご覧ください。では行ってみましょう。ということで、まずは洗う前の段階ですね。拭くピカっていうね、拭いて洗車するみたいなやつでずっと掃除はしてたんですけど、特にこういうラジエーターのところとかね、あとは下回りですかねは結構前輪からの羽根があってね、汚くなってますね。メッキ周りがちょっとくすんだ感じにはなってますよね。さすがにね、拭き掃除だけだとこっち切らない汚れなんかもあって、あとは後輪のタイヤカバーとかですね、もう結構内側泥が跳ねてね汚かったりするのと、あとは後輪周りですね。前輪と同じですけど、特にこっちはねチェーンの汚れが飛んでたりしてね汚いんですよね。あとはシートもなんかよくわからない泥汚れみたいのがついてますね。でメーター周りはあんまりちょっと水をかけたくないなっていうのがあるので、今回は拭き掃除で済ませようかなと思ってます。でまず最初は養生ですね。で水が入りそうな隙間があるところは基本的に養生していこうかなと思います。キー周りと、補助灯のスイッチのところですね。これ一応防水のやつなんですけど、なんか一回分解したら結構心もとない感じがしたので、ここも養生していきます。あとは補助灯のケーブルのところですね。ここも一応カバーはつけてるんですけど、水が伝って入る可能性があるので、ここはちょっとしっかり、ビニールで養生してあげます。あとはマフラーの穴ですね。ここは穴塞ぐだけなので簡単ですね。でまずは最初ハンドル周りですね。基本的に洗車は上から下にかけて、上のね綺麗なとこから汚れをどんどん下に落としていくイメージでやっていきます。でこれ洗車用のバケツですね。で中に入っているのがこのタオルとかスポンジを洗った時に泥が舞い上がったりしないようにするセパレーターみたいなものですね。なくてもいいとは思うんですけど、この後ねブラシ使ったりするんですけど、そのブラシの汚れを落とすのにもね結構重宝するので、1個あると便利かなとは思います。小1時間ぐらいね石鹸使って、洗浄するので、ちょっと手袋はつけてやっておこうかなと。そのバイクのメンテナンスとかでも使えるのでね、けど1個持っておくと便利かなと思います。緩めに絞ったクロスで全体を拭き上げていきます。あとね、あんまり水かけたくないなって思ってるのは、メーター周りとかね結構水入ってくるみたいな話を聞くことがあるので、ちょっとそれが嫌なのと、案外思ってるほど汚れてはいないのでね、びっしょびしょに濡らしたクロスでちょっと拭き上げてやろうかなと思います。ちなみにこのクロスは、コストコで買った、20枚セットぐらいのやつですね。似たようなの Amazon とか普通にカー用品店とかでも売ってるので、そういうのも使えばいいかなと思います。でバイクの場合は結構部位によって汚れてる場所が大きく違うので、クロスは結構部位によって使い分けてますね。ハンドルと車体周りと、あと足回りかな。でざっと濡らして大きい汚れを落としたら、これよく使ってるやつですね、拭くピカ。こいつで、もう一回拭き上げていってあげます。普段はねびしょびしょに濡らさないで、もうこいつでいきなり拭き上げちゃうんですけど、案外傷がついたりしなくて、ただ汚れはね結構吸い取ってくれるというか、かき取ってくれるので便利ですね。でこれハンドル周りの細かいところとかも結構掃除しやすいので、できるだけ濡らさずに洗車するってなると、こいつが結構使いやすいのかなと思いますね。でこのフクピカのいいところは汚れを取ってくれるんですけど、そいつはね他のところにもね転写しないみたいな。他のところ洗っても汚れないと。でハンドル周りを拭き上げたら、次はいよいよ水洗いですね。まず全体的に水をぶっかけてあげて、大きい汚れを洗い落としていきます。で洗車場なんかで洗車してもいいんですけど、
洗車場の水って結構高圧のものが出るじゃないですか。ちょっと内部までね、水が入っていきそうな感じするんですよね。で、ボンネビルは特にこのサイドのカバーあるじゃないですか。ちょうどロゴが書いてあるんですね。あの辺りって、もう中にもろ電子部品みたいのがね、入ってるので、なので、高圧洗浄機はあまり使わないで、優しめのシャワーで全体を洗い流してあげます。で、今回使うのがこれですね。これね、クルザードの、これちょっとロゴが見えないですけど、クルザードのホームガンですね。手動タイプになるんですけど、だいたい1500円ぐらいだったかな。ホームセンターのコメリで、買うことができます。ちょっと似たようなタイプ売ってるんですけども、コメリブランドのものが調子いいみたいですね。シャンプーはちょっと余ってたカー用品のものを使ってるんですけど、ちょっとなくなったね、シュアラスターとか、その辺のメジャーなものを使おうかなと思ってます。で、ちょっと配合を間違えたのか、泡立ちがあんまり良くないんですけど、タンク周りね、今回あんまり汚れひどくないので、さっと洗う感じでやっていこうかなと思います。で、まず全体的に泡をぶっかけてあげて、何回かに分けてやるんですけど、まずはタンクとシートですね。で、エンジン周りはその後にちょっとやろうと思ってます。で、シートも同じように泡をかけてあげます。結構シャバシャバな泡ですね、よく見ると。で、ライトも漏れなくかけてあげます。クロスまたコストコのやつなんですけど、さっき吹き上げたのとまた別のやつですね。これタンク用とかシート用、あんまり汚れてないところで使う用のものにしてます。これ同じくびしょびしょに濡らしてあげて、クロスの方に泡をかけて、それで吹き上げていってます。今ね、スポンジ使うよりもね、こっちの方がね、傷がつきにくい感じがするので、マイクロファイバー系のクロスをよく使ってますね。あと、シートと、あとは後ろの、フェンダーとかですね、も一緒に洗っていっちゃいます。で、クロスはたまにこうやって水洗いしてあげて、定期的に掃除してるので、あんまり今回汚れてなかったんですけど、で、ライト部分ですね。これ結構ね、虫が今回ついてたので、割と念入りに拭いてあげます。で、結構ね、動画だとなんかゴシゴシこすってるように見えますけど、かなり軽いタッチで、拭いてあげてますね。で、続いてフロントフェンダー部分ですね。特にこれからの暑い季節になってくると、すぐ乾いちゃうので、部位ごとに洗車してあげた方が泡が乾かなくていいかなと思いますね。これ洗車したのは早朝だったので、気温も低くてね、すぐ乾くってことはなかったんですけど、気温高くなってくるとね、乾きやすくなるので、ちょっと暑い時しかできないっていうんであれば、ちょっと部位ごとに、ね、やってあげた方がいいと思いますね。泡拭き取っちゃってますけど、全体を洗い流していきます。で、今度はエンジン周りですね。エンジン周りも同じように、泡をかけて洗浄していきます。で、さっきはクロスで拭いてましたけど、エンジン周りはちょっと細かい部分が多いので、柔らかめのブラシで洗浄してあげてます。で、ヘッドもね、あんまり大きくない方がちゃんと細かいところまで届くので、拳台ぐらいのやつがね、ちょうど使いやすいかなと思います。で、ボンネビルはね、こういうフィンがついてたりとかするので、こういう細かいところも、ブラシで丁寧に洗っていきます。で、あとは後輪周りですね。ちょっとタイヤの部分は後でやるんですけど、そのフレーム周りだったりっていうのを合わせてね、ちょっと掃除をしていっちゃいます。で、ペダルもですね、綺麗にしていきます。で、後輪周り洗う時に注意しなきゃいけないのが、チェーンとかにね、ブラシついてしまうと、チェーンの汚れがそのまま残っちゃうので、あんまり攻めすぎない方がいいかもしれないですね。で、さっきのバケツの底の部分で、ついた汚れをかき落としてあげて、で、洗っていってますね。で、反対側も同じように、こんな感じで洗っていきます。エンブレムのロゴ周りとかね、細かい部分多いので、ブラシ結構重宝しましたね。で、タンク周りと同じように最後、水で洗い流してあげます。で、続いてタイヤ周りですね。で、さすがにね、泡立ちがちょっと悪かったので、思い切って中性の食器用洗剤を使ってみました。で、食器用洗剤使うのはちょっと賛否両論あるみたいなんですけど、結構ね、洗浄力が強いみたいなんで、かなり薄めて使った方がいいみたいですね。で、これ分量的には普通の缶シャンプーと同じくらいの割合なんですけど、もう全然泡立ちが違いましたね。で、タイヤ周りの方は、ちょっと固めのブラシを使って洗っていきます。で、特にね、タイヤ自体ですねにも結構汚れがついてるので、まずはねそこをかき落としてあげます。で、これがね汚れがみるみる落ちていく感じがしてね、非常に気持ちが良かったですね。特に足回りに関してはね、結構油汚れも飛んでたりするので、食器用洗剤の方がね実は良かったりするのかなと
思ったりもします。あと後輪周りも同じですね。ここも普通に食器用洗剤でブワーっと泡かけちゃってますけど、特にねこのリアホイール周りはそのチェーンの汚れがね飛んだりしてるので、強めの洗剤の方が汚れが落ちやすい感じはしましたね。でまずはブラシで基本タイヤ部分ですねを洗ってあげます。続いてマフラー周りですね。でマフラーも、ちょっと硬めのブラシでタイヤ洗ってたやつですね、綺麗に汚れを落として、でマフラー周りも同じように洗っちゃいました。であとはホイール周りですね。でこれが結構役に立って、ホイール用の洗車ブラシですね。鬼人でって書いてありましたけど、これがね結構ね細かいところまで手を入れやすくて重宝しましたね。こいつに泡をつけてあげて、このホイールのところですね、ホイールのリムとあとスポークのところ、スポークはねブラシだと細くて洗いにくいので、こういうタオル系のものがいいんですけど、普通のタオルだとね一本一本洗う感じになりますけど、これだとね指突っ込んでこうガサガサ洗う感じになるので、結構全体に洗いやすく、確かに値段もね1000円ぐらいだったので、スポーク、タイヤ洗うのにねこれ1個持ってると結構重宝するかなと思いますね。でリア周りも同じように泡をつけてゴシゴシ洗っていきます。でこっちはね、さっきも言いましたけど、結構ねチェーンの油とかが飛んでて、なかなか落ちない汚れもあったんですよね。リア周りはやっぱり結構手を入れづらくてですね、ちょっと洗うのに苦労しましたね。マフラーもさっき軽く汚れを落としてたので、ちょっとこの鬼人手で軽くこすって、細かい汚れですね落としてみました。最後同じように全体に水を流して、泡を落としていきますね。今回フォームガン使ったからかわかんないですけど、泡切りが悪いってことはなかったですね。で最後吹き上げ用のクロスで、全体を吹き上げていきます。でこれねもともと車用で買ったやつなんですけど、結構サイズでかいんですが、かなり吸水力が高くてね助かってますね。吹き上げ用でセームみたいのもありますけど、乾くとね硬くなって扱い面倒だったりしたんですけど、このタオルだとさっと撫でるだけで水をバッと吸ってくれるので、これ拭き上げにはかなり重宝しましたね。で拭き上げも同様に基本的には綺麗なとこから下に向かって、拭いていく感じにしてます。で出来上がりがこちらですね。なんかね結構いい感じじゃないですか。やっぱり水使ってね洗車してあげるとねすごいピカピカになりますね。なんでね今までちゃんと洗車しなかったんだろうって3年目にしてようやく気づいた感じですけど、ホイール周りとかね当然綺麗になるだろうなと思ってましたけど、結構ねタンク周りとかね、あとシートもやっぱ水洗いすると全然こう汚れの落ち方というかね綺麗になり具合が全然違いますね。見てくださいこのマフラーのピカピカ感で、まだねちょっとところどころ水滴残ってたりするので、こういうところはねこの後軽く10分ぐらいですかねひとっ走りしてエンジンの熱で温めるのと、あとは風でね水切ってあげて完全に乾かしてあげます。で動画にしてませんけどチェーンの方もね最後チェーンルブを軽くかけてあげて、錆びないように、錆び対策でね一応してあります。はい、というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。ちょっとね脱ズボラ洗車ということでちょっと気合を入れて、特に下回りですかねフォームガンなんか使ったりして洗浄してみました。今後も定期的に洗車はしてあげようかなと思っていて、他にもね気になる洗車グッズみたいのあるので、ちょっと買えるようになったらそれも試してみようかなと思ってます。この動画気に入っていただけたら高評価お願いします。今後もこういったね形で、グッズの紹介合わせた動画だったり、あとはボンネビル関連のね動画も出していこうかなと思うので、よろしければチャンネル登録もお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。